皆さんこんにちは、レイムです。マリサだぜ。前回悲しいお話エンドで幕を閉じたわね。長い話だったぜ。でも今回のお忍びの裏話も聞けたな。そしていよいよ今回が最終決戦となります。お姉様に呼ばれて中学校舎にやってきたマナタン。それを追いかけてきたヒロとヤンジュ。またまたお姉様が現れたわね。明らかに罠だな。お姉様、今参ります。罠だっつってんだろ単細胞。それでも私は行く。マナタンが行くならどこへでもついていく。やめろ、顔が変質者のそれだぞ、このストーカーが。とりあえず埴輪も届いたし、助っ人も十分だから、マナを助けにでも行くか。レイム？間違ってカイと一緒にボコって封印しないとも限らない。お、いたぜいたぜ。てかきっしょ、横でなんか跳ねてやがる。お姉様。なんだか柏木里奈の様子がおかしいぞ。元がどんな奴だったか知らんが。おう。汚ねえ花火だぜ。ところで今の骸骨は何だったんだ？どうやら今の奴がお姉様に化けていたようね。戻ってきやがって。なんか言った？あいつが猫が言ってた日のってやつか。相当人間に恨みがあるようだな。そんなことよりお姉様をどうしたの？このダルシムめ。どこがだよ。なんか、してきそうじゃん。どこがだよ。レイムを生贄に捧げて奴の怒りを鎮めるか。なんでや。やっぱさっきの骸骨は怪異だったんだな。お姉様に化けるなんて許せない。後でもう一回化けてもらっていいことしてもらおっと。アホなこと考えてる間に退路を塞がれちまったぜ。胸熱な展開。物理的に熱いがな。あの小汚い水晶って、水晶作った人をしっこして洗ってない手で作ったのかしら？そういう意味じゃないだろ。マナタンが怒りの炎で燃えている。お前も燃えてるぞ。あち、あち、あちち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 ち。しゃあねえやつだな。よっと。何すんねん？消えたじゃねえか。ほんとだ。というか私らとばっちりで殺されそうなんだぜ。いいじゃない？私が相手になったるわよ。このマーヌー系が。お前どっからそんな自信が出てくるんだよ。気づかないうちに焼かれてたくせに。マナタンに手を出す奴は決して許さない。じっくりじわじわとセクハラして精神的に追い込んでやる。それは全く勘弁願いたいぜ。おそらく相手さんも。さあかかってきなさい。私のザ・ワールドの前では炎など赤子同然。なぜ炎と赤子が同じになる？てかお前時間止められるのかよ。無理に決まってるじゃない昨夜じゃないんだし。じゃ何の世界だよ。やめなさい。いろんな意味で。それよりこいつが柏木里奈殺害の犯人だったな。許せない？ここは私のエメラルドスプラッシュでデロデロにしてやるわ。デロデロってなんだよ。てかエメラルドスプラッシュできんのか？指を喉の奥に突っ込んでこう。それ違うスプラッシュじゃないか汚ねえ。さあダルシム、覚悟しなさい。消化してあげるわ。おそらく視聴者さんは、まだ戦闘始まらねえのか。って思ってるだろうな。もう始まったよーん。うっざ。とりあえず後ろ二人はあまり強くなさそうだな。なんでわかるの？単純に前の二人が強そうなだけだけどな。確かに、ヒロは主人公で袖ないし女王様はヤンキーで喧嘩慣れしてそう。喧嘩慣れしてるのレベルじゃねえ。見たか今の、ヤンジュ素手なのに包丁も立てたリンちゃんの2倍攻撃力があったぞ。さすが女王様ね、リンちゃんの2倍以上の強さで踏んでもらえるわ。アホか。てかずっと思ってたんだが、背景赤いせいでレイムの字幕が見にくい。誰が見にくいですって？てか私の言う？お湯ぐらいどうだっていいだろ。効果的面だったし。お湯の代わりに私のエメラルドスプラッシュでやめろ絵面が汚くなる。てか全く実況してないぞ、ラスボスなのに。このボスの攻略は簡単です。弱点は液体、以上。それだけか。正直言って雑魚ね。四天王の中でも最弱ね。なんか恨み事を言い始めたぜ。そろそろ自分の火に耐えられなくなってきたのかしら？なんでお前といいこいつらといい相手を煽るんだよ。相手を煽るのは戦いにおいて基本的なことよ。そんなの聞いたことねえよ。それでは煽るまでカット。煽るまでカットってなんだよ。だいぶ長かったわ。1分半カットしたもの。さすがにラスボスはタフなんだぜ。うわこいつエクステンドしやがった。アリスみたいだな。罵倒すればするほどエクステンドするってか。にしてもヤンジュはドライだな。何も考えずにただ相手をボコすだけね。なんだかだんだんサンタさんに見えてきた。どういう神経してるんだぜ。視聴者の皆さんもサンタさんだと勘違いしてしまう前に、カットしてしまいましょう。何を言うてるのか。嫌だわこいつエクスタシー感じてる。レイムの特殊性癖がマシに見えてくるな。うわまたエクステンドした。人に恨まれて感じちゃうなんてキモいんだぜ。でもなんかわかるかも。カットしましょう。聞かなかったことにするぜ。1分10秒カットしたわ。だいぶ長いな。なぜ死なないって？それは私が、神、だからだ。やかましいわ。でもそろそろ終わりそうね。煽るねみんな。ダメだ、煙突から落ちて火だるまになってるサンタさんにしか見えなくなってきた。眼科行ってこい。倒しちゃったわ。
激おこぷんぷん丸サンタ。こんな奴封印しないで消滅させたいところだな。私の紹介機でもかけとく？やめろ汚い。せめてエメラルドスプラッシュって言えよ。まあ、口ほどにもなかったし。また埴輪から出てきてもこの最強美少女レイムマスターが丸めてやるわ。なんかそれだとレイムをマスターしてるみたいだな。やーねー、マリサもストーカーだったの？じゃあボケ。とりあえずマナタンが無事でよかったわ。柏木里奈を取り戻すことはできなかったが、さらなる犠牲者を出さずに復讐はできたな。ということで、めでたしめでたし。空が知らんできたぜ。夜明けね、太陽が昇ってきたわ。ついでにカイドモも日に当たって灰になんねえかな。レミコじゃあるまいしそんな簡単に消滅しないでしょ。それもそうだな。わっはっは。ねえ今レイムが私の噂をした気がするわ。いけませんお嬢様。あんな小じのことを考えると品格が損なわれてしまいますわ。ねえ今誰かに罵倒された気がする。気のせいだろ。そんなことよりとっととずらかるぞ。そうね、先行にバレるわけにはいかないわ。痕跡を残さず、一切悟られず、これぞスニーキングミッションよ。水晶破壊したがな。それはまあ、校長ももう老いぼれてるし気づかれないっしょ。ヒロには懸念事項があるようだな。あんたの娘さん幽霊に殺されたんですって言ってもこっちが殺されかねないわね。場面変わって翌日の放課後だぜ。でででんででんでんででででん。終わり。なんだどうした？いやーもう戦い終わったしめんどくさいからエンディング流していいんじゃないの。まだ終わってないから最後まで実況しろ。おやりんちゃん。乙女が朝の5時まで活動してるってのもお肌に悪いし良くないんだぜ。マリサもよく夜更かしするじゃない。私はキノコさんのおかげで肌綺麗だしいいんだよ。自分で肌綺麗って言っちゃうとか。お前後で、まあまあ、そんなことより根っこが正門広場で待ってるって。でもまだ時間があるし暇つぶしに探索でもするぜ。そういえば500体くらい出てきたんだよね。怪異か？こいつらの話にしてもいいよね。ダメだろ。面倒だわ。次回からはヨウムかサナエにでもやらせましょう。まああいつらが承諾すればな。なんだまだなんかあるのか？この子何言っちゃってんだろ。ヒロの本命がお姉様だってことに気づいてないのかしら？意外と鈍感があるなんだぜ。なんとかしないとって、変なところで真面目ね。そりゃあ他のところで被害者が出たらシャレになんねえし、自分たちも安全とは言えないからな。とりあえずの目的地が食堂になったわね。いつものたむろってる場所だな。こいつ張り切ってたくせに来なかったやつじゃない。なんか土下座してるぞ。約束守らなかったからか、理由を聞いてやらないこともないぞ。なんでそんな上からなんだよ。上の3人は来る予定だったっけ？勝手に約束されたらしい。迷惑やん。ちなみに来なかった理由は？アホね。アホだな。ハゲがナンパしてる。そんなわけマナタンだかぶせるな。そういえば前回最終回の長さが短くなっちゃうとかなんとか言ってたな。あれは嘘だ。シークバーを見てお気づきの人もいると思うぜ。なんかあと2倍くらいの長さがあるってな。どういうことだぜ？いやー、間違えちゃった。ママちょ待って。ちゃんと理由があるのよ説明させて。理由を聞いてやらないこともないぞ。実は戦闘終わったところまで動画撮ってクリアした気になってた。アホか。アホがある。おい。はい。それでですね、動画を半分に分けて次回最終回でもよかったんだけど、それじゃあ終わる詐欺になっちゃうので、今回最終回だから特別に長めってことにしました。呆れた理由だぜ。許してヒヤシンス。ペロ。ヒヤシンスくだらないって騒ぎじゃないよ。そんなことより実況しましょうよ。霊夢に言われたらおしまいなんだぜ。まあ猫も怪異だから信用できるか用心しないとなってところだな。切り替え早。クロイちゃんだぜ。新しい本を読んでるようね。黒魔術だの高齢術だの危ないやつだな。でも中二要素には興味ないらしい。黒魔術本は災賀の手に渡ったか。なんか色々やらかしそうで怖いわね。担当直入に幽霊について聞いてるな。オカルト好きなら信じるでしょ。相変わらずの洞察力だぜ。なんか普通に怪異現象とか言ってるし何か知ってるんじゃない？出たわね埴輪。そこに黒いって書いてあったんだよな。親父さんがここに通ってたとしたら埴輪作ったのもそうかもしれないな。黒いちゃんは何も知らないようだけど。親被害者の畑川くん。言い方よ。真面目ねえ。私なら普通にサボるわね。白霊の巫女が働いてたら異変なんだぜ。あんたも一緒に対峙するわよ。まあでも怪我も大したことなくてよかったな。殺す気の怪異だったら腕の一本持ってかれてもおかしくないからね。この二人面識あるのか？どうせ同じ中学校だったパターンでしょ。なんだただのナンパか。ナンパかよ。しかも絶対に成功しないどこかで会いましたか先方ね。
畑川くんに限ってそんな格好悪いことしないんだぜ。それじゃあこれも次回以降の作品の伏線になるのかもね。植わってた変態なんだぜ。今のが沢さんか。結局お顔を拝むことはできなかったわね。美人だよけどぞっこんなのはここの変態だけなんじゃないか？あんまし美人じゃないかもってことか。それなら心の中で美化したままにしておきましょう。この変態は相変わらずやかましいな。アッピア10グループだわ。何の話してるんだ？アッサイガがいるからリア10グループじゃなかったわ。ひどい言われようだな。黒と固まって猫の名前かしら？それとも玉が黒いのかしら？何言うてんねん。なんだ、猫の名前か。普通に考えたらそうだろ。目的の食堂に来ました。いつものメンバーが紫の犯した罪を挙げてるんだぜ。このラッキースケベが、変態には優しいことで知られているレイムが珍しくご立腹。だって、羨ましいじゃないの。泣くほどかよ。筋肉も、じゃなかった。筋肉もりもりマッチョマンの変態。もうずっと女王様と二人きりだったとか羨ましすぎるパル。当の本人はとても不幸そうだったがな。暴力力では優を上回りそうな奴だから切れたら怖いな。携帯ないと落ち着かないなんてまさに JK だな。金編は自分の筋肉の使い道ができて嬉しそうね。痴漢冤罪が免罪になってる。やはり紫はアホだった。それよりも食堂に来たのに何も起きない、と思った人は大丈夫。なんでだ？このままゲームオーバーじゃねえのか？なわけ？このようにフラグが立ってハゲがのこのこ出てきます。しかもこっちの行動が全部バレていら。見逃してくれるにしても他の教員の目の前で言うなし。なら調べた結果、オタクの学校には幽霊がいますよって教えないと。どうせ信じないわよ。それもそうだな。それにザル警備だった。MGS さんの兵士ね。とこのように食堂に戻るとマナタンが来ています。こう分かりづらいと危うく学校中を探索し直すところだったぜ。私にもフライドポテトちょうだい。なんか紫が変なこと言い始めたぜ。紫が変なのは今に始まったことじゃないでしょ。それよりこんなだべってるだけのシーンいつまで続くんだ？それじゃあ動画時間も長いのでカットしましょう。と思ったけど大事なお話を始めるのでカットしません。どっちやねん。今回のお忍びで確認された回についてね。500体いる中の数体なんて確認してもな。それじゃあまずは変態が見たシャッターを上げる幼女だぜ。ロリね。次は変態と赤毛ちゃんが閉じ込められたロッカーだぜ。犯罪ね。次は危険度マックス畑川くんを階段から突き落とした回だぜ。君の後ろが好きなんだ。最後に姿や声を変えることができる骸骨だぜ。あーんお姉様。お前もっとマシな合図ちねえのか。めんどくさがってるのが丸分かりだぜ。女王様の携帯が骸骨の手にあるのかもね。案外あの骸骨が黒幕だったりして。名付けてスカルフェイスとしよう。やめなさい。そのうちまんじゅう浄化されちまうぜ。おーはー。やめなさいって。この校舎築10年なんだ。新しいのいいな。ものすっごくどうでもいいぜ。マナタンからのお誘い。何か勘違いしてるようだがお前じゃないぞ。なんだ、親父さんのことで相談か。どうせいつまでもうじうじしてるからぶん殴ってほしいとかでしょ。そんなこと頼まれても超迷惑だぜ。そういうわけだからマナタンとおうちデートしてくる。こいつ何もわかってねえな。紫も何もわかってねえな。両方ともアホなんだぜ。あんな変態と一緒にしないでくれる？どっちもアホで変態だろ。揺るぎない事実だぜ。とただでさえ長いイベントなのに昔話を始めたのでカットします。この猫じじくさいな。肉球から加齢臭しそう。なんか幻滅するぜ。正義の心に満ちた猫。怪異なのに同じ怪異を封印したいってな。嫌そうにするトールくん。実際に襲われた奴にとってはトラウマだろうな。トラウマってタイガーホースじゃん？なんかかっこいいよね。trauma は英語でトラも馬も関係ないぞ馬しか。馬しか？なんだよその顔。マキくん、お忍びさんか当初から何か知ってるようだったわよね。興味があるどころじゃなさそうだがな。その辺のことは2作目で詳しく紹介されます。次回作への伏線ってわけか。高校生なのにこんなに命張れるとか勇敢ね。勇敢だろ。無謀と紙一重だがな。ウプ主なんて高校生の頃はスカートめくれてる JK に教えてあげる勇気すらなかったのに。一歩間違えてたら逮捕されてたな。それこそ高校生活に伝説が刻まれたわね。こいつらやる気満々だな。さすがサイがさすサイ。変な言葉作るな。相変わらずどうでも良さそうなやつ。集団心理ってやつだな。結局全員やる流れになっちまったぜ。そういう理由じゃなかった模様。この子はガチの被害者だし無理しなくてもいいと思うがな。日常への参入、とても羨ましいわ。何があったんだ？就活を進めてけば進めるほど、普通の人生を歩むことに疑問を感じるようになってきた。ダメなパターンだな。みんな疑ってるぜ。可愛いは正義なんだし疑う理由がないのに。でも中身おっさんじゃん。今考えるなや。人の自己紹介を遮るほどのネーミングセンスでもないのに。可愛くねつよしくんや。
アラフォーだし。でも人間を辞めたのね。それで吸血鬼で泣く猫になったと。私も猫になって自分の尻尾をもふり倒したい。そして修羅場の始まり。働かないお父さん。崩壊する過程。巻き込まれる幼馴染。明日からやるというテンプレ。このおっさん元からダメ人間じゃない？そこは言わんといてあげて。話の切り上げ方がどこぞの皇帝みたい。強い娘っ子やな。そりゃあマナタンには私がついてるからね。親父さんにやめろ言われてるぞ。マナタンをハスハスくださいくんかくんか。ガチの気違いやん。こんな奴にはやれんだろ。娘のためにもストーカーの手が届かない場所に転校した方がいい。転校しないって、やっぱマナタンは私が必要だと思ってくれてるんだわ。お前のせいで話がぐだるぜ。ただでさえ長い動画なのに。だんだん盛り上がってきたわよ。どこがだよ。ただの修羅場突入3秒前だぜ。はい3、2、1、ドーン何も起きません。やかましいわアホ。そういえばさっきからヒロが空気。何のために呼ばれたんだろうな。本当に何のために呼ばれたんだ？一番かわいそうなのはヒロだな。この板挟み感。近所の家庭崩壊を内部から見届けるなんて、気まずすぎるぜ。ギャグ要素満載だった作品が一作目の終盤で超シリアスになったね。明日から働こう。明日から頑張ろう。皆さんも、明日があるんだから今日は無理せずのんびりしましょう。本当に聞いてるだけだったな。やっと重い空気から解放されて家に帰れるわね。お家のベッドが恋しいぜ。自分のやったことを後悔しているようね。まあ結果的には今回のお忍びでいろんな問題を起こしたからな。収容所から凶悪殺人鬼を500人解き放ったようなもんだからね。しかも全員スタンド使い的な。この街も終わったな。これからこの街は消滅する。大変なことをしでかしたもんだぜ。でも会の中にはニャンコみたいな平和主義者もいるのよね。会同士で潰し合ってくれることを願うばかりだぜ。それにしてもこの二人いい雰囲気ね。ムカつく。なんでだよ。ただの嫉妬か？マナタンは私のものです。いいえ違います。なに？ということでエンディングだぜ。泣けよ。とうとうこの実況も終わってしまったのね。とても感動的な実況だったわ。作品はネタが多くて面白かったが、実況はくだらんキレがないグダグダすぎ。ひどいもんだぜ。実況初心者なんで許して今後は潔くやめるのか？いいえ続ける所存です。恥ずかしい動画を晒してくのでよろしく。じゃあ学生会は前作コンプリートしたいところだな。まあちょいちょい違うゲームとかゲームじゃないのとかこれまで通りマイペースに投稿していくので、暇だから見てやらないこともないって人はゆっくり見てってね。今まで見てくれた人はありがとう。そして次回も見てくれよ。それでは、バイバイ。サンキュー。